にちは。今回は逃げ上手の若君第5話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ローマの戦争史に出るパルティアンショットか。頼重の知識はもう何でもありだな。逃げながら撃つ戦法で少年心を揺さぶる言い方ってヒット&アウェイしか思いつかなかったけど、そんな名前があったんだ。パルティアンショットとかなんだか美味しそうな響きがする。いくらやじりなくても喉と後頭部に矢を受けたら余裕で死ねそう。原作ではこれっきり出番のないパルティアンショット、これ見た作者が思い出したように使うんじゃねえかな。若が逃げながら攻撃するようになると、もうあいつだけで良いじゃんになりかねないんじゃない。若が餌として最上級だから人目を引く技術と合わせて兵士の全神経を一身に受ける展開を何度かやった気がするし、逃げながら攻撃できるとこれだけで一般兵がかなり死にそう。この時代の合戦、一般兵、足軽ってまだおらんのでは。基本武者とその老頭で構成されてるんじゃなかったか。クリフハンガー狙いなのはわかるけど、週を挟んでアバンで決着だとあっさり君に感じたな。先週でまとめて欲しかったよな。確かに構成がおかしな感じだったな。パルティアンショットまで原作は4話使ってる。アニメだとかなり削らないとあそこまでいかないのよ。でも削りまくってでも先週決着させて欲しかったよな。へえ、だいぶ凝縮したのか。まあでも先週は時行ピンチからの楽しいの引きは悪くないなとは思った。まさか今回のアバンで決着がつくとは。さすがに女の着物にくるまってボニョボニョはカットしたか。目から液も出せるのシーンもカットされててちょっと残念だった。なんか忍者出てきた。村人と鶏が逃げ上手すぎたな。現場まどかちゃんなのか要素だろう。結城葵は結城葵と分かる声と分からない声を出す。今回は分からない方。ここから現場がどんどん汚くなってくのが演技的に楽しみ。少年声という意味では現場の声は合ってたとは思う。成長後は声優変えるなりしてほしい感じではあるが、そんなことよりもだな、森高や貞宗に化けた時に顔はともかく体格はどうしたんだって。ツッコミは野暮か。動いてるのを見ると現場はまだ子供なんだなと改めて思った。体格とか服装が違うから顔の面だけで変装して騙せるのはちょっと絵的に無理はあった。原作12話では諏訪大社の誰に化けてたかまでは言及されてなかったけど、アニメではここで森高に化けてたという演出入れてるのうまいなと思った。敵も味方、予定、もキャラがリンナーにゲ若、そして若の顔をあの精度で真似するってのは今後のありそうな展開ちょっといろいろ考えさせられるな作品的に。てか足利尊氏とかに化ければいいんじゃねえ。そんなんが通用する相手でもないだろうけど。今期のアニメで一番可愛い天使ちゃんが出てしまったか。実際の話、この時代って報酬は金と領地のどっちでもらうのがいいの。国もらえればどんなしょぼいとこでも奥だから比べ物にならない。江戸時代初期で甲斐に100万石、武蔵670万石、100万石は3000億円。その半分としてもすごい金額だわな。甲斐とか山奥だし20万石しかないぞ。出世したらくれるものと言ったらやっぱり美濃と終わりだよ。甲斐には禁断という石高では測れないとんでもない資源があるからなの。開発されたのは戦国時代だけど、時行様、元は高貴な身分の刀だけあって金銭感覚や価値観が常人とはかけ離れてるんだなと思ったよ。人間不信の風間玄馬くんを今後どうやって懐柔して時行様パーティーに引き入れるのか気になる。相変わらず無茶振りするより重には笑ったけど、それだけ時行様のことを高く評価してるのかな。結城葵さんって低めの声も出せるから、ああいうひねくれてるというかやさぐれてるキャラもよく似合うと思った。玄馬くんはおそらく時行様の純粋で裏表がなくまっすぐな性格に惹かれて心開くんだろうな。なんかそう言うと本当は現場は若がとんでもない変態と知って同類と思って仲間になりそう。
現場くんも変態なのかやくさ。時行様は命の危険が迫ってる状況で興奮する変態なんてよく言われてるけど、追い詰められた逆境でこそ燃えるというのも主人公の素質だったりしてね。現場くんっていわゆる背金主義者だけど、お金に対する執着心が強いというよりは、周囲の人たちを信用できないことから生じる孤独感をお金で埋めてるみたいな感じよね。メンヘラかしそうなタイプだったりして。オープニングエンディングで女の子可愛いと思ったけど、いまいち出番ないのな。なんなら本格的に戦が始まると雫と綾子も割と空気になるからな。そういや雫は村人との交渉役みたいなことしてたけど、子供組の中で一番コミュ力高いのかな。寡黙だから普段はあんま目立たないが、第3話だと参謀として活躍してたような。コミュ力は若が一番高いけど、下手に話すと身分の高い武家のことバレそうだから、雫が前に出てる。部下は耳がいいのかよ。やべえ資格がない。そういや武勇人に時行のことくっちゃべっていたけれど、貞宗と一緒に市川殿が来ていたらアウトだったな。ちょっと能力者多すぎだわ。高氏の能力に比べればまだこんなの可愛いもんだから。能力者どころか神そのものが混じってる。虚実入り混じってるけど、臨時万能主義と雑訴決断書の事務処理が遅いのはガチ剣部の神聖崩壊の原因。最近の研究では後醍醐天皇一人では処理しきれなくなって、モンゴルに備えて南北に領土を分割したのが南北朝時代の原因とされている。正確な情報収集と整理ができていないので後手後手になるのと、お役所仕事すぎて刻々変わる戦況に対応が追いつかないのは現代に通じるのよね。今んとこマンが3話ずつ消費してるから、次回の後半に森吉親王登場するかな。吹雪はさらにその次の回か。パルティアンショットで見事勝利。偶然とはいえ巫女の石返しと言ってのけるのかっこいい。現場、過去の経緯もあり癖が強いが、それゆえ時行を信じた先が楽しみすぎるので、次回どんな熱いシーンが見れるのか期待。結城葵さんのショタボイスもたまらないね。パルティアンショットなるものを初めて知ったけど、解説が実にわかりやすかったし、逃げながらさえつけば何でもやれる時行がすごいね。そして国を求めず金で済ませるのが無欲というのも時代性を感じさせて面白かった。それにしても現場はなかなかに面白い便利キャラだね。金をふっかけた現場のさらに上を行く。報酬が国はさすがの王の器でした。変装定宗、本物と比べると目力が足りない。現場の狐耳もですが、目の次は耳が相手というのもまた面白いです。逃げ上手の若君が変装技術持ちの仮の仲間と敵地へ潜入し臨時のダッシュを狙う。特殊技術を活用し信頼度の怪しい相手と失敗の許されない任務をどう達成するかという緊張感がゲームにしても面白そう。主戦度でボンボンより世間知らずな現場かわいい。敵が約束を破るのならばこちらは盗みを働くまで。清濁合わせ飲むやり方を通す一方で、時行自身は恩義は捨てないというバランス。パルティアが出てきてびっくりしたな。ただパルティアはもっと前の時代なので、ネーミングが頼重の未来予測と言えるかは怪しいと思うけど。小笠原邸の臨時取りに行くところ、めっちゃそわそわゾクゾクするよね。兼務申請で出された臨時で、地方が混乱した当時の社会情勢もちゃんと反映してるのがすごい。今週も最高でした。目に見えるものしか信頼できながゆえに通貨のみを信頼する風間。そんな彼は若君に対して常に信用できるのかというと言い続ける。それはある意味で若君を信じられたらという淡い期待があるからにも思える。その仮面の下の素顔をいつか見たいものだね。定宗と少年心を打ち抜くパルティアンショット。逃げるときは冷静、飽きさせない若様。報酬は金より国とスケールの大きさは見せたが、いずれ人を従えること、正しいことだけでは真に正しいことは行えない現実に向き合うのか。しかしも霊どころはもりもり。新キャラの風間現場、名前を聞いただけで怯えて一目散に逃げ出す村人たちの作画がなんかすごかった。盗みの際に定宗に化ける現場、
うさ耳が生えていることを突っ込まれて、萌えどころだの一言で勢いで無理を通すのに笑った。パルティアンショット、この手のネタの放り込みが本当にうまい作品だ笑い。で本編、金をふっかけたやつ。現場の絵をいく感覚。そのお坊ちゃま気質なずれ。だがある意味での器の大きさを示す見せ方の面白さよ。才ある人が集まり出す様子に、時行きの時代のヒーローさを感じた1話。音に敏感な人がいたな。6話はまた時行きの逃げが見れそうだ。風間現場の名前を聞いた時の村人の逃げ足もダットのごとくだったし、逃げのクオリティ高すぎやろ。早く続き見たい。逃げて攻める犬大物の中で先方を身につけていく若君。次なる目的は新たな老頭候補の盗人現場とともに諏訪に対する臨時を盗み出すこと。時に高等無形な展開やキャラ等少年漫画的ノリを交えてエンタメしながらも時行きの地固め、成長、人集めを描いているのが鮮やか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。